トイボールファクトリーです。今回は HGUC クシャトリアをキャンディーグリーンでテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。 HGUC クシャトリアは2009年10月に発売された結構古いキットで、ガンダム UC に登場するマリーダ・クルスの登場機です。ネオジオン残党軍では数少ないサイコミを搭載した機体で、大型バインダーが特徴的な機体です。今まであまり塗装したことがないキャンディーグリーンに似合う機体ということで選んでみました。それでは作っていきましょう。ということで HGUC クシャトリアを作っていきます。前回のシナンジでは3色のキャンディーレッドを使って塗装しました。そういえばキャンディーグリーンは今までほとんどやったことがなかったなと思い、一回ちゃんとやってみたいなというのと、僕の相方の好きな機体がクシャトリアで、ついでに誕生日も近いということでこの機体を選ぶことにしました。当然今回も積みプラを崩しています。これは2021年の2月の再販分かな。たまたまネットで定価で買えたのでラッキーでした。このクシャトリアのキットもシナンジと同様に神キットと称される出来のいいキットと聞いています。作るのが楽しみですね。で、バインダーの基部のパーツを並べ終わったところですが、クシャトリアのバインダーは4機あるんですよね。同じパーツをいくつも作るのかと思うと、マスターグレード EX のユニコーンの惨劇を思い出します。同じパーツは左右対称の2パーツまでにしてくれないですかね。無理か。今回もシナンジ同様、手首などにエングレービングがあり、また塗装に悩むところですね。前回とは違う方法で塗ってみようかな。型のパーツを組み立てて、手首を組み立てて、なんだか賑やかな腕だな。足を組み立てていきます。箱がやたらでかかったので予想はしていたんですが、やっぱりパーツが多いですね。内部フレームが見えたりする部分も多いので、マスターグレード並みのボリューム感です。全高22メートルとかなりの大型モビルスーツなのもあって、パーツ構成が賑やかですね。ガンダム UC に登場するモビルスーツのデザインはアニメ化やキット化をあまり考えずにデザインされていると聞いたことがあります。他のアニメシリーズのモビルスーツデザインと比較すると確かに複雑で使い回しも少なく、ユニコーンに至っては変身までするというデザインで、プラモデルの開発者の人は頭を抱えたんではないでしょうか。そのおかげもあって特徴的なモビルスーツが多数登場するシリーズになりましたね。で、ガンダム UC ってもう10年以上前の作品なの？マジで？ついこないだやってたやつじゃん。気を取り直してクシャトリアの本体ともいえるバインダーを組み立てていきますよ。4つも並び立つ憎いアンチクショー。バインダーは1機が左右対称のデザインなのでパーツがとにかく多いですね。メガ粒子砲が8門もある。そしてファンネル、ホウセンカの種みたいだな。適当にポイして各種でもあるよ。ジオンの大型モビルスーツの伝統ですね。バインダーの内側のパーツのダボを少し切ってはめ技を緩くしておきました。後から分解しやすくするためです。ファンネルがたくさんあるな。表面処理が憂鬱です。やはり同じパーツは左右1個ずつまでにしてほしい。ということで全てのパーツが組み上がったので並べて組み立てていきます。メガ粒子砲や肩の白いパーツは後から外すのが面倒なので組み立てていません。バインダーを取り付けて、頭を取り付けて、これで完成。ズームアウト。これはすごいボリューム。
4機のバインダーの存在感が凄まじい。ボリュームが圧倒的です。さすがクイーンマンサ直径のモビルスーツです。しかしバインダーを動かすのが楽しいなこれ。このキットのフレームは ABS 製で保持力がすごく高くて、バインダーの重みにも負けていません。可動は頭部はいまいちですが、肩は特殊な作りでよく動きます。肘は90度までしか曲がりません。足は二重関節でよく曲がります。関節の保持力が高いので、足だけでちゃんと立てるのもポイント高いです。腰はちょっとだけひねれるだけ。胴体はむしろ飾りみたいなもので、バインダーが本体と考えれば問題なし。角の形態もかっこよし。それではバラして塗装前の処理を行っていきます。雨宿り雨宿り。さてさて、こちらはどこのパーツでしょう。はい、上腕部ですね。ここに取り付けて合わせ目が出るパーツです。そして前腕部にも合わせ目が。ダボピンが多くて後はめ加工がめんどくさそうです。表も裏もダボピンだらけですね。とりあえずピンをカットしてしまえばいけるのではという浅はかな考えのもと、ピンをパチパチ切っていきます。入らない。抜けない。ダボの方もカットする必要があるようです。上腕部のダボもカットして、これで入るかな。よし、入った。続いては前腕部。こちらもピンをカットして、これでいけるかな。入らない。先端部が引っかかっている感じなので、ぶった切ってしまいます。これでどうかな。よし、入った。これで大丈夫そう。抜くのもできたのでいけるはず。それでは合わせ目を消します。タミヤの速乾流し込み接着剤を使っていきますよ。禁断の手持ちで接着。ちょっと表面が荒れちゃうけど気にしない。今度は肩の合わせ目。腕に合わせ目が集中していますね。ここは後はめ加工が難しいので、メイレス剣舞の時に使った方法を使いましょう。合わせ目と対になるように筋彫りを入れていきます。気になる部分を臨機応変に対処していくのも模型の楽しみの一つですね。他にも段落ちモールドにしたり、そもそも気にしないということも可能。楽しいと思える手法でそれぞれ乗り切っていきます。筋彫りの仕上げのついでに引けの処理もやっちゃって。いい感じ。続いては合わせ目消し。数時間置いたパーツの合わせ目を超高スクレーパーで整えていきます。テッカテカ。バッチリだね。クシャトリアのマニピュレーターはビームサーベル保持用のものしかなく、ちょっと間が抜けています。なので寿屋のモデリングサポートグッズの丸指を使用してディティールアップします。指の付け根の突起が邪魔なのでニッパーでカット。本当は握り拳にしたかったんですが、手持ちがなく追加で購入しようとしたらもう売っていないようで購入できませんでした。残念。フィニッシュプレートで磨きますよ。音が苦手な人は耳を塞いでね。人によっては嫌な音みたいです。しかし僕にとってはテカテカになった証拠の快感の音です。苦手な人はフィニッシュプレートが出てきたら気をつけて。どうテカテカやね。すごいねこれ。さてさて、これからが本番。バインダーの表面処理ですよ。一番目立つ部分なので、ここは手を抜けないですね。バインダーの裏側に大きなダボが複数あります。プラスチックの収縮で表側に大きな引けができています。わかりやすいようにペンで印をつけます。ここかな。そしてここ。反対側にも引けが。正面下側にもあるはずですが、目立たないのでそのままにします。筋彫り銅のマジックヤスリ400番から引けを鳴らしていきます。ペンで書いたところが薄くなっていきますね。だいたい消えたら1000番まで磨いて、さらにフィニッシュプレートで磨いて、めっちゃ磨いてるな。
とにかく面積が大きいですから時間がかかります。これでどうかな。いまいち。再びヤスリをかけていきます。滑らかになるまで続けますよ。フィニッシュプレートで磨いて、結構テカテカになってきました。これでいいかな。いい感じだと思います。これぐらいの傷なら EX ブラックで消えるはず。バインダー1個のヤスリがけに20分以上かかったので、さらに1時間以上かかるのか。それでは楽しい塗装の時間です。まずはガイアマルチプライマー。このクシャトリアのキットはフレームに ABS が使われていて、ラッカー塗料で塗装すると破損することがあるそうです。僕は割ったことないんですけどね。今回のキットはかなり重量もあり、破損した時のダメージも大きいので、予防を兼ねてマルチプライマーを塗装しておきました。マルチプライマーの上から EX ブラックを塗装。プライマーはどうしても表面が荒れてしまうので、あんまり使いたくはないんですけどね。その上からメタルカラーアイアンを塗装。今回はフレームのほとんどをメタルカラーアイアンで塗装しました。当工房のエース級の塗料です。とてもいい鈍い光沢。続いてはバーチャロンカラーのローズディープレッド。メガ粒子砲の方向の下地にします。スターブライトゴールドの下地にするといい感じの明るい金になるんですよね。この間棚にプラモを並べ直したんですが、初期の頃のプラモがなんだか全体的に暗いんですよ。下地が EX ブラックばかりだからかな。最近の塗装したプラモは下地を変えたりしているので、そこまで暗くないので、こういったアクセントがあった方がいいのかな。続いてはパールカッパ。動力パイプなどを銅色にして、いつもと雰囲気を変えてみましょう。フレームに複数の色を使うとちょっとリッチな感じになります。続いてはガンメタル。スラスターや隠し腕の一部に使いました。定番のスターブライトシルバー。関節の一部に差し色として塗装。良いアクセントになるはず。さっき塗装した肩の接続部。ここをマスキングして塗り分けを行います。下地に EX ブラックを塗装して、パールシルバーで塗装。EX ブラックを下地にパールシルバーを塗装すると暗いパールシルバーになります。マスキングテープを剥がすと見事に塗り分けができました。再びのスターブライトシルバー。こちらは白いパーツに塗装します。さらにパールシルバーを重ねて明るいパールシルバーにしました。やっとフレーム塗装が終わった。ここから本体外装の塗装です。まずは EX ブラック。また EX ブラックがなくなりそうです。店頭ではほとんど見かけませんね。EX クリアも見つからないんですが、みんな艶消しに塗ってるんじゃないの？何に使ってるんでしょうね。いい感じに塗装できました。めっちゃテカテカやん。表面処理がうまくいったようです。そして1日乾燥させます。バインダーがでかくて場所通り過ぎだよ。再びの EX ブラック。あれ、艶消しになってる。でもこれが普通です。乾燥させるとどうしても艶が落ちてしまいます。何度も塗り重ねることで艶を出していきます。今回は3回塗り重ねました。僕の塗装を参考にテカテカ塗装に挑戦しているという方の中で、なぜか黒サフを使う方が多いんですが、僕は黒サフ使いませんよ。黒サフを使うと艶消しになって、そこから光沢を出そうとするとめちゃくちゃ塗り重ねるか中研ぎをする必要が出てきます。手間がかかって仕方がないので、僕は丁寧な表面処理と EX ブラックで滑らかな下地を作るようになりました。みんな大好きプリズムブルーブラック。つま先や膝などの青いパーツを塗装します。変更塗料になるのかな。黒なんだか青なんだかよくわからない色でかっこいいです。続いてはミスタークリスタルからトルマリングリーンを塗装します。クシャトリアは2色の緑を使っているので、その暗い方を担当してもらいます。メタルブラッディレッドのような暗い緑のメタリック塗料があればいいんですが、
手元にあったのがトルマリングリーンだったので、それを塗装してみました。めっちゃ暗いけど大丈夫？そして明るい方 GX メタルイエローグリーンを塗装します。出てきました。巨大なバインダーです。当工房で塗装した中でユニコーンの台座やセガサターンに次ぐ巨大なパーツですね。ちゃんと塗れるのかこれは。巨大なパーツかつ複雑な面構成なので塗装難易度が高いですね。そしてめっちゃ暗い GX メタルイエローグリーンをもう一度塗装します。なんで発色しなかったんだろう。一気に塗装するとメタル粒子がたまりになることもあるので、ちょっとビビりすぎて塗装が足りなかったかな。もう一度重ねることでいい感じに発色してきましたよ。萌え木色っぽくていい感じですね。アニメの設定に近い色かもしれません。このままでもいいのではないか。しかしクリアグリーンの登場です。いやほら、今回はキャンディーグリーンがテーマだからね。ついでに今回はクリアグリーンの希釈を塗料1、溶剤2といつもの1対3より濃くしてみます。少ない塗装回数で発色させてみたいなと常日頃思っていたので、ついに挑戦してみますよ。お、めっちゃ発色してる。すごく緑色っていうか、発色しすぎてないかいこれは。気のせい EX クリアでクリアコートしていきますよ。トルマリングリーンはそのままだと艶消しなのでクリアコートしてテッカテカに。大きなパーツは一気に塗装する必要があるので 0.2 メガパスカルの高圧で塗装しています。塗料が垂れやすいので気をつけます。テッカテカじゃない？あ、やっぱりすごい緑。気のせいじゃなかった。塗料が濃すぎたかな。塗料の突出量も多かったのかも。 EX クリアを混ぜても良かったかもしれないですね。素晴らしい知見を得ることができました。まあこれはこれでめっちゃ綺麗なのでよしとします。再びの EX クリア。今回はクリアコートを2回行いました。塗料の厚みが結構出ていたので2回で十分かなと判断しました。そういえば時々各工程は何回やればいいですかという質問をもらうんですが、答えは単純明快。必要なだけやるが正解です。ということで乾燥を終えたバインダー、めっちゃテカテカやないかい。じゃあさらにコンパウンドをかけたらどうなるの？ショーアップのスーパーカットコンパウンドポリッシュで磨いていきます。タミヤのコンパウンド用クロスにコンパウンドをちょっとつけて全体にまぶしてから優しく磨いていきます。コンパウンドの粒子が完全に見えなくなるまで丁寧に磨いて光沢を出していきます。すっごいテカテカ。動画で伝わるのかな？比較してみましょう。どちらがコンパウンドで磨いたものかわかりますかね？反射するライトのエッジがはっきりしています。ここね、ここ。磨いていない右側はぼやっとしてます。いいね。ここまで目立つところもあまりないので、さらにフィニッシュコンパウンドで磨いちゃいます。このショーアップのコンパウンドは本当に手軽にすごい光沢を得られるのでいいですね。僕の動画の初期の頃だと途中で3000番などの目の細かいヤスリで中研ぎをしていたんですが、このコンパウンドのおかげでかなり工程を省くことができるようになってありがたいですね。そういえば当工房の動画は光沢塗装法のハウツーではなく、いかに早く光沢塗装できるか探ってるおじさんがメインテーマなのでお忘れなきよう。でめちゃくちゃテカテカ。マイクのケーブルまで映ってるわ。気持ち悪い。さあデカールを貼っていきますよ。御用達の MYK デザインのグッドマークデカール、明日のデカールですね。透明部分を剥がせる特別なデカールです。明日のデカールは最近は新作ラッシュですね。バリエーションが増えるといろんなシチュエーションに対応できるのでありがたいですね。ふと思ったんですが、明日のデカールは左右対称のデザインが少ないのがちょっと気になる。非対称のデザインが多くて真ん中に貼りづらい、そういうのも増えると嬉しいな。それでは部分塗装をしていきますよ。今回はエングレービングを筆塗りでやってみます。前回のシナンジと逆ですね。前回のシナンジへのコメントありがとうございます。雨っぽいというコメントがたくさん。前にも言った気がしますが、ガイアノーツのクリアレッドってなぜか甘い匂いがするんですよ。
本当に美味しそうなんですよ。舐めないように気をつけます。前回ちょっと触れたんですが、ツヤの劣化の話が気になる方が、ラッカー塗料は有機溶剤で塗料を溶かしていて、有機溶剤が揮発することで塗料が硬化して塗膜を形成します。この有機溶剤が揮発している間は塗膜の状態が変化し続けています。陶工房のように短期間で光沢塗装を行うと、コンパウンドをかけた後も状態が変化してツヤが悪くなってしまうことがあります。致し方ないことなんですが、解決法もあります。乾燥にとにかく時間をかけることです。それこそ1週間とか1ヶ月とかとなると、数を作ることが難しくなってしまいますけどね。明日のデカールを貼る際にマークセッターやソフターは使用していますかという質問。最近はデカールのりしか使っていませんね。曲面への追従も今のところ問題ないので、そのまま貼っています。必要な時には使ったらいいと思います。塗装レシピをパクらせてもらいましたというコメントもいくつもいただいています。もうどんどんパクってください。塗装レシピも概要欄に書いてあるので、好きなだけ参考にできますよ。僕の願いは光沢塗装する人がどんどん増えて、埃地獄との戦いに巻き込まれる人が増えることです。ようこそこちら側へ。仕立てるからで広範囲の塗装をするとムラができてしまいましたというコメントも。そうなんですよね。筆だけで広範囲をムラなく塗るのは他のどの塗料でも難易度がすごく高いです。エアブラシはテクニックに近いですが、筆塗りはスキルが重要になってくるので、上手い人は人間国宝とかになっちゃいますね。僕は筆塗りは苦手です。デカールの透明フィルムを剥がしていきますよ。他にもぜひ積みプラが消化されるまで作り続けてほしいというコメント。それだとサイの瓦じゃ長生きできそうですね。そして先週日曜に初生配信をやりました。緊張で胃に穴が開くかと思ったんですが、皆さん温かい目で見てくださって助かりました。ありがとうございました。おかげさまで楽しく喋れたので、次回もやってみたいですね。今度はちゃんと音が聞き取れるようにしておきます。字幕も作成しようと思っていたんですが、録音状況が悪く今回は断念しました。次回は対策を講じてみます。こちらはバインダーの基部、そろそろ仕上げにかかりますよ。配給パーツの G レップ、ゲートレスエッチングパーツを貼ってディティールアップしていきます。水性接着剤のデコプリンセスでエッチングパーツを貼り付けます。水性接着剤は接着力は弱いんですが、塗膜を侵すことがなく、接着を失敗しても水を含ませた綿棒などで拭き取ることができるので、仕上げの接着などに重宝しています。キラキラ。HG ではありがちなモノアイをシールで済ますタイプ。今回はスワロフスキーを貼っていきます。直径 2mm のパパラチャーを貼ります。スワロフスキーはネットでも買えますし、手芸店などでも購入できると思います。今の手芸店は男性客も多いので入りやすくていいですね。ということで、全てのパーツが整ったので並べて組み立てていきます。今回もパーツがでかいな。パーツはでかいですが、曲面が多用されていて、うっとりするような光沢が出ていますね。シナンジもそうでしたが、やはり光沢と曲面の相性はいいですね。広角レンズのように環境が映り込むことで、情報量が増えてディティールアップされているかのようです。ファンネルの取り付けは内職っぽさがありますね。バインダーを取り付けて、頭を取り付けて、これで完成。おー、重厚。めちゃくちゃ重そうっていうか、なんだか実際に重い気がする。ずっしりしています。塗装後と塗装前と重量ってどれくらい違うんでしょうね。緑が強すぎるかなと思っていたんですが、光沢が明るいのと白いデカールで少し印象が軽くなった気がします。胴体の色の濃さとのバランスがいいので、これはこれでありかな。金色やパールシルバーなど全体の配色がゴージャスで、ちょっと
高貴な感じもするので、ザビ家専用のような雰囲気もありますね。しかしバインダーのテカテカが最高です。たまんないなこれ。ということで今回は HGUC クシャトリアをキャンディーグリーンでテッカテカに塗装しました。予想外に派手なキャンディーグリーンになりましたが、ネオジオン残党軍の希少なサイコミ搭載の大型機ということで、そのレア度を表現してしまったのかなと考えると最高の配色に見えてきます。きっともともとこういう色だったんじゃないかな。そういうことにしておきましょう。ということで HGUC クシャトリアのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。